ホー皆さんこんにちは、テジダッシュです。今回は20代のうちにしておいた方がいいこと5つについてお話をしていこうと思います。私今27歳で、まだまだ20代ね、数年間残ってるんですけど、27歳時点でこれは20代のうちにしておいた方がいいでしょうっていうことがね、5つあるなと思ったので今回は動画にしてみました。特にね、5つ目は一番大事かなって思ってるので、よかったらぜひ最後まで見てください。まず1つ目はですね、深い永遠の友達を作るです。深い永遠のってちょっと言って、かなりちょっと重くなっちゃったんですけど、20代でもうすでにわかると思うんですけど、もうね、人生というのはね、何事も本当に大きな問題だったりとか悩むことが本当に多いです。そんな時にね、やっぱり友達ってとても大きな助けになるんですよ。で、特にね、仕事や恋愛で悩んでても友達に相談すれば、若干ね、解決策が見つかったりとか、あと話すだけでもね、やっぱ緩和されるじゃないですか。で、もちろんそれが恋人とかでもいいんですけど、あと家族でもね、いいんですけど、恋人はまたいつか別れるかもしれないし、あと家族もね、お父さんお母さんとかだったら自分より先に死んでしまう確率の方が高いので、やっぱりね、おじいちゃんおばあちゃんになってもこの人たちとはずっとなんかいろいろ話してられるだろうって思えるような友達がいた方がとても楽しい人生になるんじゃないかなと思っています。あとはね、人生もう終わってきたりとか、まだ私20代で分かんないですけど、もうおばあちゃんになってきてもこの先もうあと数年か10年ぐらいでしょうみたいになった時とか、あとはね、もうお金持ちの人に多いんですけど、娯楽を楽しみ尽くした人っているんですよ、やっぱり。で、そうなった時にやっぱ友達がいるかいないかで全然楽しさ変わってくると思うので、まずはね、深い永遠の友達と言えるような友達を作るっていうことが大事なんじゃないかなと思います。続いて2つ目ですね。2つ目はたくさんの異性と出会うです。やっぱね、恋愛の土台として多くの異性と会っておかないと、本当にいい人が現れた時にやっぱこの人いいってなかなか判断できないんですね。で、やっぱり若い時というか20代の時の方がフットワークも軽いし、周りも独身の人が多いので、そういう出会いの機会だったりとかマッチングアプリも今ありますし、より多くの異性と出会えるチャンスは20代が一番広がってるんじゃないかなと思います。でね、やっぱね、多くの人を異性として知ってるからこそ、やっぱね、新しい人に出会った時にこの人ここがいいなとかここが心配だなっていうのが分かるんですね。で、特にこの人ここがいいっていうのは、なんかたくさんの人と会った時の方が相手の良さを簡単にというかね、より早く初対面で会って見つけられるんですよ。それってやっぱ良さだったりとか面白さを初対面の人で見つけられると、自分がね、その相手に対して何が気になるのかっていう引き出しが増えるし、お話ししてて楽しいんですよね。会って楽しいと思える人とか幅が広がるっていう意味でも、やっぱりたくさんの異性と出会っておくのは大事かなと思います。で、まだ学生とかだったら大学生活で学校だったりバイト先で強制的に出会いみたいなのはあると思うんですけど、やっぱ社会人になるとね、変な話、自分で何もしなければ職場と家だけの往復みたいになっちゃうので、積極的にね、恋愛としての異性との出会いだったらマッチングアプリ使うとか、あと趣味を始めるとか、友達を呼んだ飲み会を開催するとか、そういう工夫がした方が1個目の永遠の友達を作るにつながるんですけど、たくさんのね、やっぱ同性同士だけじゃなくて異性と出会うのは恋愛面においてとても大事なね、土台を今後も作ってくれるんじゃないかなと思います。続いて3つ目です。3つ目は努力のハードルを下げるです。これはどういうことかっていうと、やっぱり努力ができる人、できるっていうのも努力が大変っていう人と、普通に癖のように努力ができる、人から見ると努力なんだけど、当たり前のようにむしろ楽しんでやれる人って、ここで結構人間としてのレベルで差が出るんですよね。で、やっぱ仕事だったりとか、趣味とかスポーツで成功してる人って人よりも努力のハードルが低いというか、もうその頑張ることが楽しかったりとか、工夫して毎日努力ができるんですよ。これをね、やっぱ若いうちから身につけておかないと様々な面で苦労すると思います。例えばね、仕事で新しい部署に配属されますとか、新しい仕事をしますってなった時に努力のハードルが低かったりとか、努力というか頑張ることがもはや楽しいっていう人だと、新しい仕事始まるって思って、じゃあこういう本を読もうとか、こういう勉強をちょっとしようで、土日とか帰ってからもやろうっていうのがなんかもう当たり前のようにできる。でも、もしその努力のハードルがすごい高い人だと、もうその本を読むことさえもすごい億劫だったりとか、新しいことを学ぶのでさえもすっごいストレスになっちゃうんですよね。で、どんなに自分が到達したいレベルとかね、仕事とかであったとしても、こういう
地位を目指してますってなったとしても、その努力することが楽とか楽しいっていう人に対して頑張らないとその努力ができないっていう人は絶対に勝てないと思うんですよね。なのでなるべく早い段階から、特に少なくとも20代のうちには努力のハードルを下げるっていうか、頑張る癖をつけるっていうのかなをした方がいいと思います。なので自分にとってはこんなこと全然何でもないよとか楽なんだけどっていうレベルまで到達できたら様々な面で多くの人に勝てると思います。で例えばね手前味噌なんですけど、自分もよくねSNS の発信とかみんなすごい頑張ってるよねみたいな言われるんですけど、もう初めは確かに大変だったけどもう習慣化されちゃえば楽だし、自分の中でこういうところが面白いポイントみたいなのがあるので、それがね達成されていくと楽しいなって思うし、やっぱね、私ずっと19年嘘ついた19年じゃない18年ぐらいか吹奏楽続けてて、この間も全国大会出てきたんですけど、今もコンクール出てるんですよ。で人からするとほんとすごい頑張ってて偉いよねとか、学生時代もよくそんなに練習頑張れるよねって言われてたんですけど、自分としては全国大会で出たいんだったらこれぐらいの練習プログラムを組んでこういう風に毎日朝練してやろうっていうのが当たり前というか、頑張ることが普通だったので大変も何もないみたいなところにもう高校生の時にはもう到達していたので、人よりも結構うまくいってることが多いんですけど、そんなに大変だなっていう気持ちにはいつもならないですね。なので意識的にやっぱ努力のハードルを下げるっていうことはいろんな人生においてねライフハックなんじゃないかなと思うので、ここの3つ目のね努力のハードルを下げるっていうのをテーマにいろいろちょっと取り組んでみるのもいいのかなと思います。はい、続いて4つ目は肌と髪に課金するです。これはね男性にも女性にも言えると思います。ちょっと私今さっきまで集まる動物の森のアップデートしてたんですけど、髪の毛がボサボサでそんな状態で言うのちょっと本当に大変おかごましいですけど許してくださいということで、やっぱり SNS とかでも20代のうちにかけるべき美容みたいな、これは20代のうちに絶対やっておいた方がいい美容まとめみたいなのあるじゃないですか。脱毛とか特に多いですよね。あと整形とかもう私どっちもやってないのでそれがどうかっていう判断はちょっとできないんですけど、個人的には肌と髪かなと思ってます。やっぱりね高級ブランド物のカバンだったりとか洋服が欲しいっていう気持ちとかも身の丈に合わないって言い方だったらあれですけど、自分の収入というか予算よりも超えたものが欲しいとかやっぱ思いがちなんですけど、個人的にねやっぱカバンとかいつ買っても同じだなって思うんですよねてかむしろやっぱ30代とか40代ぐらいになって仕事もかなり落ち着いてきたというかがっつりできるようになって、それで欲しいものとかをガツンと大きく買いたいなって思ってるので、今はそんなに私はバッグに対しての予算は優先順位高くないです。服もそんな高い服もあんまりケチなのかな買えないんですけど、やっぱ肌と髪は大事かなと思って優先的に課金しています。これはねある意味投資だと思うので、20代のうちにね適当なファンデーションだったりとかちゃんとスキンケアしないでそれを3、40代で取り戻すってなったらさらにねもっとお金がかかっちゃうので、今のうちからある程度お金をかけることは大事かなと思います。あと個人的にはね眉毛サロン最近通い始めたんですけど、眉毛サロンもすごいいいなと思ってます。自分で自己処理できるところを4000、5000、6000円ってお金をかけるのはちょっともったいないって思うかもしれないんですけど、これ結構変わるんですよ。私ちょっとお見せできないんですけど、この間眉毛サロンに行って本当にめちゃくちゃ変わる、もう超いいなって思ったので早速彼氏にも勧めました男性の方こそビフォーアフターの差が大きそうなんでぜひやってほしいなと思いました。でねやっぱ肌もねどういう風に課金するかっていうのも人それぞれだとは思うんですけど、無駄にエステとか今だと美容皮膚科とか行くのもいいかなとは思うんですけど、やっぱ毎日使うものから優先的にお金かけた方が早いんじゃないかなと思います。例えば化粧水とかそういう基礎化粧品ですねは自分も大学生の時から結構デパコスとかも好きだったのでいろんなものを買って試して自分に合うものを選ぶようにしました。あと髪の毛はねサロン専売品のシャンプーやっぱこれは優先順位高いです。あとは、サロンのトリートメントっていうのもかなりいいので、私はだいたい毎回はしてるかなっていう感じで実施しています。ちょっとこんな髪の毛ピョンってなっちゃってちょっとさっきまでゴロゴロしてたので今回許してくださいということで4つ目は肌と髪に課金するです。5つ目ですね。5つ目は一番重要だと思ってるって言ったんですけど、5つ目はコスパのいいストレス発散法を見つけるです。これはね本当に一番重要だと思いますね。やっぱ仕事や恋愛でも20代ってライフステージがかなり変わるじゃないですか。
そのに対してのストレスって結構大きいんですよ。で、私もね社会人1年目の時になんか人事研修で一番なんか結構長い座学研修が人事研修とか新入社員研修だったんですよ。で、一番最後の研修で何を言われるのかなと思ったら、ストレスの向き合い方とかストレス解消法の話をされました。その時はね、そんなにストレス負荷がでかい会社なんかいっつってめっちゃ震えたんですけど今だとどんな仕事だったりとかね、生活をしててもストレスってある程度あるので、そこでね解消する発散法がある人とない人ではやっぱ乗り越えられる力が違うなと思ってるので、今回5つ目に挙げさせていただきましたね。で、コスパのいいってつけてるんですけど、これも結構大事で、ストレス発散法、人それぞれなんで何でもいいと思うんですけど、例えばそれが お買い物だったりとか旅行に行くだけになっちゃうと、かなりねコストがかかってしまうんですよ。旅行はたまに行くぐらいだったらいいんですけど、毎回旅行なんか行ってたらすごいお金になっちゃうし、それがね買い物になっちゃうとやっぱりかなりお金がかかってしまいます。で、今度それがね、お金がめちゃくちゃお金ある人だったらいいんですけど、大体の人はそうじゃないと思うので、お金がかかりすぎるとね、今度そのお金がストレスになっちゃうんですよね。で、またそれでお金がストレスになった、でお金使おうってなると、なんかもうほんと悪循環でねリボ払いとかしちゃうので、絶対にそれをやめといた方がいいかなと思います。私にとってのコスパのいいストレス発散方法はね、まずはお酒を飲むですね。これは社会人1年目の時に本当に痛感したんですけど、ストレスが溜まってもお酒ってどこにでも売ってるし、私を絶対裏切らないですよ。で、しかもそんな高くないじゃないですか。ワインとかだと1本買ったとしてかかっても1000円とか、もっといいワインあるけど1000円で解決できるってめっちゃ楽じゃないですか。で、普通に缶チューハイとかね、ハイボールとかだったら普通に数百円とかで買えちゃうので、それだけでストレス発散できるのはかなりいいなと思ってます。もちろん飲みすぎは良くないので適量を飲んでください。あとはね、私意外とゲームも好きなのでスイッチとかやったりとか、家族と話したり友達と会うこともストレス発散法になってます。あとはずっとさっきも言ったんですけど、18年間吹奏楽をやっていて、週1は練習があるので、そのね楽器を吹くことだったりとか音楽をすることでストレスを発散しています。これもね、吹奏楽は結構お金かかるんですけど、他のことはそんなにお金がかからないので、とてもコスパがいいなと思っています。あとはね、私はそこまでやってないですけど、運動スポーツするとかジムに行くとか、湯船にね、しっかり使って本を読むとかリラックスするっていうのがストレス発散法の人もいますよね。あと何でもいいんですよ。好きなアニメを見るとか、推してる人がいてとか、推してるなんかチームグループがあってオタ活してますかっていうのがストレス発散になる人もいいんじゃないかなと思います。やっぱね、なんかこのストレス発散法がないとどうしても抱えたストレスをずっと溜め込んでしまうので、長い人生ね、体力勝負、精神勝負だと私は思っているので、そのストレスを避けるってことも大事なんですけど、どうしても避けられないストレスとかある程度ストレスかかるのはもうしょうがないので、その発散法でさらにコスパのいいね発散法を持ってるとかなり強いあなたの武器になるので、できるだけ早めに20代のうちには絶対に見つけるようにしてください。はい、ということで20代のうちにしておいた方がいいこと5つを全て紹介し終わりました。まとめると、1つ目は深い永遠の友達を作る、2つ目はたくさんの異性と会っておく、3つ目は努力のハードルを下げる、4つ目肌と髪に課金、5つ目はコスパのいい発散法、ストレス発散法を見つけるでした。いかがだったでしょうか。YouTube の他にね Twitter メインで TikTok、Instagram もやってます。あとは Spotify でたまにダラダラ喋ってます。チャンネル登録まだの方は YouTube チャンネル登録とグッドボタンとよかったらコメントをください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。